谷翔平。残念ながらアメリカでかなり悪く言われていることがあります。I find the embezzlement really hard to believe. 横領って信じられないんだろう。こういう批判、これ以上の批判、いろいろ大谷翔平選手に対してアメリカでまだあります。先日、通訳の方の起訴と大谷選手が知らなかったという事実が上がってきた中では、まだまだ大谷選手の批判が結構ありますよね、アメリカの中では。一人のアメリカ人、特に日本大好きなアメリカ人として、この件に関しては、大谷翔平のこの批判に関しては、考えたこといろいろありますので、ぜひ言わせてください。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。新商品はいろいろあります。stevepov.jp と Amazon Japan をチェックしてね。こういうのありますので。まだ大谷の愚痴、バッシングが多いことが日本で報道されているのでしょうか？ There is no way his hands are clean. No way. 間違いなくしてたんだろう。知らないわけではないって。How does anyone not realize $16 million is missing from their account? 1600万ドルの行方がわからない。消えたっていうことは知らないっていうことは信じられるの？信じられない。今の2つみたいなコメントがよくある中では、なぜこれが話題になっているかというと、アメリカの銀行システム、日本もそうなんですけど、一般人、普通の人としてお金を振り込もうとすると、セキュリティのために、安全のために、詐欺されないように、などなどのチェックがありますよね。ただ、数千ドルでも、振り込みの時に何のために振り込むのか。それで、その中で、何百万ドルの金額のお金が本人の確認なしでできるのか、それはできないんじゃないかって思われていることがアメリカの中でありますよね。本人、大谷翔平の了承がない限りはそれできないんじゃないかというふうに思われていることがあるようですよね。日本もそうかもしれないんですが、アメリカでは間違いなく本人確認、2段、3段、いろんな確認基準っていうのあるんですよ。そのチェックなしで勝手に何百万ドルが送金されることはありえないんだろうなというふうに思われてるみたいですよね。If Pete Rose was banned from the Hall of Fame, Otani should be banned from the Hall of Fame too. 野球殿堂にピート・ローズ入れないなら、大谷も入ってはいけないでしょう。野球に詳しい方が多いと思うんですが、アメリカで最も有名な野球選手、ピート・ローズさん。70年代、80年代までやったのかな。自分は子供の時も野球に興味はあった子供としてピート・ローズはもうヒーローだったんですよね。野球殿堂に入る前に、ピート・ローズは八百長問題発覚して、最終的にはピート・ローズは野球殿堂に入らなかった。バンされたので、今となって30、40年後に、ピート・ローズはやられるなら、大谷も間違いなく入ってはいけない。という考えもよくあるようですよね。かなり厳しい意見だと思うんですが、確かにその中でもう今度ピート・ローズのための言い訳しようとしている人もいます。ピート・ローズは当時ね、英語できないふりすれば、彼もね、野球殿堂に入れたんじゃないかと、無罪になったんじゃないかというふうにも言われている厳しいことがあります。There's a long tradition in Japan for the lesser employee to take responsibility for the boss. The lesser employee will take fault and take the punishment. ということは、大谷翔平があんまりにも存在が大きすぎて、メジャーリーグベースボール MLB、いろんな意味ではこのメジャーな人がしてたかもしれないんだけど、下の人は犠牲になること。日本の伝統にある若い人が責任を取ることが、こういう時も同じようになってるんじゃないかというふうに思われていることもありますね。日本ってこういうイメージが弱い者が上の偉い人のために責任を取る。これをやるっていうイメージがある中では通訳の方がそういう立場になったんじゃないか。本当は本人もしてたんじゃないかっていうふうに思われていることがまだ多いようですよね。
やっぱり批判のある中では、ドジャーズ好きじゃない人からの批判が多いことがあると思いますよね。ドジャーズよりのファンが大谷は完全にもう忘れてると思います。もう野球やりましょう、これ忘れましょうというのはドジャーズのファンの方が多いんだけど、大谷が強くなければ、上手い選手じゃなければ、ここまでの批判もないんだろうなと思われますよね。大谷 is the golden boy and a huge investment. They won't let him be tarnished. 大谷はゴールデンボーイであり、驚愕の年だ。彼の失敗は許されない。ね、野球ってビッグビジネスだよね。金がすごい動くんだよね。金で何がね、あるのかわかんない。もう見れない。隠れてるところもいろいろあるんだよね。ちょうど今アメリカで同じスポーツ業界の中で八百長事件がありました。バスケットボールの話なんですけど、ある選手が八百長で NBA にバンされたと。もうかなり重い罪を受けて、確かにバンされたというニュースもちょうどこの大谷ニュースに重なった。その選手は黒人であって、ここにも人種差別もあるんじゃないかという声も少しありますよね。どうしてもアメリカでね、人種いろいろある中で、こういうのがあると比べられてしまうことが残念ながらありますよね。NBA は NBA で、MLB は MLB で、どちらにしろ、これが本当にこのスポーツ業界、この世の中ですよね。これが一番力のあること。どこに本当に事実はあるのか。お金の後はついていけば、多分事実にたどり着くと思います。本当に残念な事件になりました。せっかく日本から来られた元気な、体が丈夫な、ハンサムな、かっこいい日本のヒーロー。アメリカに来て自分の実力とそのかっこよさ、男らしさ、で、アメリカ人にアピールできたんだよね。大谷っていう名前は知らない人はいないんだよね。スキャンダルの前からのことだよ。野球ですごい人がいた。アメリカのニュースにも取り上げられた。野球に興味のない人でも大谷の話騒いでた。日本といえば大谷という一つになったことが自分は日本好きなアメリカ人として嬉しかったんだよね。若い大谷翔平選手。アメリカに来ていきなりスターになって、ずいぶん落ち着いて、もう頑張って、自分の実力でみんなに見せて頑張ってきた。中では勉強になることいろいろあると思うんだよね、本人には。俺を信じたいことは。真面目だから、頑張り屋だから。自分の周りにいた人、信用できると思った人たちがもうちょっと見るべきだったのかなと。自分の周りを守るべきなのかなって、特にこの立場にいる人として。アメリカに来て、多分それもいろいろ勉強になることだと思うので、二度もこういうような事件がないことは私は信じています。世界共通のことだと思うんですが、金で人が腐る、人が変わることがどこにいてもあるので、大谷選手にそれがないように願っております。ないと思いたいですよね。純粋な男、どう見てもいい男だなと思います。たった一人のアメリカ人として大谷を応援したいと思います。これからも頑張ってほしいなとアメリカで。どんどんもう自分の周りにいい人、信用できる人を入れて、ちゃんと見ながら、ちゃんと自分は一つのビジネス、一つのブランドとして認識しながら、周りを守ってやっていて、何より野球に集中して実力を見せて、もういろんな記録を取って、これから頑張ってもらいたいなと思います。大谷選手、スティーブ・テキシェンも見てくれてるかわかりませんが、ぜひ頑張ってくださいね。いつかお会いする機会があれば、ぜひお会いしたいと思うし、それまでは応援させていただきます。頑張れー！サムズアップだよー。